こんにちは、ミルです。突然ですが、皆さんは朝起きて、窓を開けて、空に向かっておはようって言いますか？私はいつも、お日様さんおはよう、今日もありがとうって言ってます。はい。ということで、今日は日本人はなぜ天気の話をするの？というお話をしたいと思います。他の YouTube でもたくさんありそうなお話なんですが、私個人の一つの考えとして聞いてもらえたら嬉しいです。でね、実はね、今日も近所の人とこんな会話をしました。こんにちは。今日は寒いですね。ねえ、寒いですね。昨日は暖かかったのにね。ねえ、なんかね、明日雨が降るらしいですよ。そうらしいですね。洗濯物全部ね、やっちゃわないといけないですね。なんて話をしました。日本人だなぁと思いましたね。もうね、息をするように、呼吸をするように、天気の話をしてますね。この間は家族ともこんな話をしました。ねえねえねえ、そっち雪が降ったんだって？そうそう、降ったよ。なんかね、日中は10度まで気温があったんだけど、急に5度に下がって、2度に下がって、って思ってたらね、雪が降ったのよ。1時間ぐらいだけどね。暖冬の冬、暖冬の年は雪がたくさん降るのよ。なんてね、まず天気の話をしました。ということで、ここからはなぜこうやってね、日本人は天気の話をよくするのかという私の考えをお話ししますね。5つありますよ。はい。まず1つ目は、日本には四季があり、見える景色が季節によって変わるから。日本には春、夏、秋、冬の四季、4つの季節がありますよね。春はいろいろな花が咲きます。梅雨はたくさんの雨が降ります。夏は緑がたくさんになります。秋は緑だった葉がだんだん黄色やオレンジ、赤に変わりますよね。そして冬は葉が茶色になって、その葉が落ちて真っ白い雪景色に変わる。というように、見える景色が一年の間で何回も変わります。そして季節によって気温だけでなく食べ物も変わります。例えば、一年中あったかい国だと咲いている植物もあまり変わらないですよね。そして気温も大きな変化がありません。今はね、いろんな国からいろんな食べ物を輸入することができるので、いろんなものを食べることができます。でも、昔は食べ物も基本的にはね、一年中同じようなものですよね。しかし、四季がある日本では、お天気の変化が日常ですから、今日は寒いね。でもね、明日から少しずつ暖かくなるよ。嬉しいね。とか、これから暑くなるよ。とか、いろんな天気のね、話が出てきます。食べ物もそうですね。例えば秋はお米ができます。それからお芋、栗、かぼちゃが美味しいですね。秋のお魚も美味しいです。冬はね、寒くて食べ物がなかなかできないから、じゃあ上手に保存しておこうとか、そろそろ春だね。桜はいつ咲くかなとか、夏はスイカが美味しいねとか、季節の変化だけではなくて、
植物とか食べ物の変化もたくさんあるので、こういう話が出るのが自然なのかなと思いました。じゃあ2つ目。これもね、よく聞く話だと思うんですが、日本は稲作の歴史が長いから。農耕民族といって、お米とかお野菜などの農作物を作って生活してきていますよね。で、農作業というのは毎日のお仕事です。そして、その日の天気によってやる仕事が大きく変わります。なので、天気というのはとても大切ですよね。昔はテレビもないし、インターネットもありませんから、昔の人はね、空の色とか、風の向き、雲の様子などを見て、ああ、今日は一日いい天気だなとか、今日は午後から雨が降りそうとか、その日の仕事を計画していたんですよね。例えば、鳥が低く飛んでいると雨が降るとか、夕方空が赤くなると次の日は天気がいいとか、早朝の雨はすぐに止むとかね。近所の人も農作業をする人が多いですから、今日はいいお天気ですね。農作業がよくできますねとか、今日は午後から雨が降るから今のうちに作業をしてしまいましょうなんて話をしていたのかもしれないですよね。で、そういう大人を見て育った子供たちがお天気の話をするようになって、その子供が大人になってお天気の話をして、それを見た子供たちがまたね、大人になってというように代々受け継がれてきたと考えると、おーって思いませんか？はい。じゃあ3つ目。日本語は天気の言葉を使って心の状態を表します。なので、日本人にとって天気はいつも一緒にいるものだと思うんですよ。さっき一番初めに、私は朝起きて窓を開けてお日様におはようと言ったんですが、そう、私もね、いつも一緒にいるものだと思ってるんです。天気の言葉、例えば晴れ、曇り、風、雨、いろいろありますよね。例えばね、気持ちが晴れる。これは晴れの日のように気持ちがパーッと明るくなる。すっきりするという意味ですよ。心配事とか不安がない様子です。あとは、どんよりしている。これは、ちょっと暗い気持ちを表すことができます。どうしたの？どんよりして何があったの？大丈夫？なんて使えますよ。どんよりというのは、空に重そうな暗い色の雲があるイメージです。空を見てね、うわーどんよりしてるね、雨が降るのかななんて使いますよ。それから、お天気屋という言葉もあります。天気のように機嫌とか気分が変わりやすい人という意味です。面白いのはね、女心と秋の空という言葉です。秋の空のように女性の心は変わりやすいという意味なんですよ。はい、このように日本語って天気と心を合わせてしまうんですね。一緒にするんですよ。だからね、やっぱり天気はいつも一緒。天気の話をする。これも理由かなって思いました。では4つ目。曖昧な日本人
というポッドキャストでも少しお話ししたんですが、俳句です。五七五の17音で目の前の風景、それからそれを見てどう感じているかというのを表現する歌ですね。世界で一番短い歌です。この俳句に季語という季節を表す言葉、これを入れるルールがあるんです。季語を入れて季節の様子やその時の心情、心のね、中を表現するという遊びですね。こういう遊びをずっと昔からしています。で、これは今も小学校、中学校で習います。そして誰かに手紙を書くときも季節の挨拶を必ず入れるんです。例えば今冬ですね。これからね、どんどん寒くなってきますので、手紙を書くときには、いよいよ本格的な寒さになってまいりますが、いかがお過ごしでしょうかというね、こういう挨拶、季節の挨拶から書き始めるというルールがあります。友達同士の会話でも同じですよ。まあルールじゃないですけどね。久しぶり、寒いね、元気？こっから始まります。はい。もうね、ずっとこうやって天気のお話をしてきているんだなーって思うと面白いですね。はい。では、最後5つ目。自然崇拝だから。自然崇拝というのは、自然とか自然現象を崇拝したり、神にするっていう意味なんですが、太陽の神様、風の神様とか、石も木も何でもそうですね。それらを神様としなくても、そこに命が宿るって考える人がとても多いですよね。だからね、私もね、お日様さんおはようって挨拶をします。はい。なんかね、いつも一緒にいてくれる気がして嬉しいんですよね。なので、太陽が出ているとか、雲がね、出てくるとか、そういうのは、ただの現象ではないんですよね、きっと。まあ私はそうですね、ただの現象ではないです。太陽も、風も、雨も、雲も、私たちと同じようにね、生きている存在であるって考える人が多いんじゃないかなと思います。特にね、昔は雷が何なのかもうよくわからない時代ですから、昔の人にとって雷というのはとても恐ろしいものだったんですよね。もちろんね、今もとても怖いものですが、昔の人は空が起こっているって思っていたんですよ。何かわからないけど空が起こっている。神様が起こっているぞーと。昔の人はね、昔の人というか昔はお天気の様子が自分たちの生活に直接関係するので、多分ね、もう今よりももっと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 天気が身近なものだった。天気と一緒に生きている、生活しているっていう気持ちが強かったんじゃないかなと思います。昔はね、食べ物がないからコンビニに行こうとか、スーパー行こうってできないですからね。まあ考えてみれば、太陽がなければ、冬じゃない、雨が降らなければ、私たちも植物たちもね、みんな生きられないわけですから、やはり天気というのはとてもとても大切なものなんですよね。だからね、やっぱり私はお日様が出てると嬉しいですし、雨が降ったら、恵みの雨だなーって思いますね。
はい。ということで、なぜ日本人はよく天気の話をするのかというね、私の考えを5つお話ししました。皆さんが住んでいる国の天気は今どうですか？こっちはね、とても寒いです。はい。じゃあ、バイバイ。